実際ね、もう茶葉さんももう初級者のもう帝王で永遠のもう初級者歴長いですからね。初級者歴何年ですか？そうっすね、かれこれ、は四半世紀ぐらい。い、そうですよね、はい多分もうちょっと言い方ですけど、茶葉さんに失礼かもしれない。他の初級者よりも卓球歴長いような気が。皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのグッチーと茶葉リーダーです。お願いします。よろしくお願いします。今日はですね、はい。じゃあ今回はですね、はい。なぜなぜ、はい。トップ選手が使う、用具を初級者が使えないのか。なんかあれですね。すごく端的なテーマでいいですね。やっぱみんなトップ選手の用具を真似したい。使えないのかっていうか、みんな使ってるけどね。そうですね。そうなんですよ。みんな使ってますね。みんな結構ある程度のレベルまでいっちゃうと、みんな多分トップ選手の用具を、誰かの選手を参考に真似て、はい、結構変えたりとかする人がやっぱそうですね、多いなって。私も結構参考にしてトップ選手の真似してこう変えたりとかも何回もしてきた一人ではありますね。はい、消費行動としては正しいと思います。なぜトップ選手の使う用具を初級者が、使えないか。一つ目は、トップ選手の使う用具は、何でもできるからです。どういうことですか？何でもできる。何でもできるんですよ。ほう、どういうことですか？トップ選手が何でもできるんじゃなくて、技術があるから何でもできるんじゃなくて、条件としてトップ選手が使ってる用具というのは、全てのプレーがこなせる用具なんですね。なるほど。難しいこと言ってます？いや、大丈夫です。大丈夫ですか？じゃあ具体例を。つっつき切れます。ループ持ち上げれます。回転のかかったドライブを打てます。スマッシュもできます。ブロックもできますね。できない技術、攻撃用だったらカットは難しいけどぐらいのことじゃないですか。そうですね。何でもできちゃうわけですね。それも高いレベルで。確かに。だから初心者は使えないんですよね。なるほどなるほど。それが前提になってるから大前提。そうなんです。これは言うてしまえばですね、マニュアルの車ですね。マニュアルカーですね。何でもできるがゆえに難しいということですね。できることがあってしまうがために難しいと。なるほど。できることが多い要素というのが用具にはあります。あるんです。じゃあまずラケットから見ていきましょう。厚すぎるラケット、弾きがいいですね。弾きいいですね。でも回転かけれないですね。そうですね。回転かけやすはないですね。薄すぎるラケット、回転かかりますね。かかりますね。でも飛ばないですね。飛ばない。確かに。ってなったら、6ミリ前後の素材入りラケットになるんですね。なるほど。今一番このトップ選手がよく使ってるその5ミリ台後半ぐらいの、多分トップ選手10人連れてきたら、9人ぐらいその枠に収まってますよ。確かに。つまりそういうことなんですね。全部こなせるものを必然的に選んでるんですよ。確かに。本当だ。確かにそうだ。いや、そうなの。これは絶対的にそうなんですけど、全部こなせるやつだ。じゃあ次にラバー。全部こなせるラバーの要素、何があるか。例えばじゃあふにゃふにゃのラバー考えてみましょう。柔らかいやつ。ブロック超安定しますね。いいな、ブロック。ミートもパシパシ決まります。いや、安定するね。気持ちいいね。気持ちいい。いい音なる。回転かかんねえ。いや、わかります。帰ってきちゃうんですよ。マックス値は低いですね。強くかけたいときあんまかかんなそう。対して硬いラバーかかります。わかります。かかる。かかるな。でブロック入んないかと言われれば、柔らかいラバーに比べてやりにくいだけで、技術でとりあえず補える。そうですね。ってなった時に全部できるのは何だって言われたら、硬いラバーになってきちゃうんですよ。これが初心者には難しい。そうだ、本当だ。硬いラバーになっちゃうんだ。いや、なっちゃうんですよ。これはだから全部こなせるものを選んだ結果それになってる。トップ選手の中でもそれ例外があって、前陣でカウンターブロックスマッシュしかしない
線形の選手がいたら、柔らかいラバーでもいいんです。これ海外で結構いるんです。そうっす。エボリューションの FXP とか両面になってる選手もいるし、こういう感じでただこう、前陣でさばいてる感じの卓球ですよね。あれは動かないでできる。上級者、要するに選手として強いけど、自分のプレースタイルに合わせて選んでる、自分のスタイルをちゃんと理解して、ただ前提としてトップ選手というのは全部できる用具を選ぶようになるんです。選びがちとかじゃなくて選ぶようになる。なぜなら、できない技術があるともうそれだけで、マイナス点なんで。いやトップ選手だと本当弱点になった瞬間、もう勝てないですよね。そこ疲れまくりますもんね。大きな弱点ってあっちゃいけないっていうかじゃあこれ初心者に置き換えてみましょう。1から10まで対応してらんないですね。その強い回転、ツッツキ、ループみたいな、全部に対応するのは難しいんで、できないことを、作って、それを補うと。例えば回転性能を低くすれば、ブロックもやりやすくなるし、回転も食らわなくなると。ということで、回転性能が比較的こう低めの、飛ばなすぎないラバーを選んだりとか、ちょっと別で話しましたけど、ちょっと厚めのラケットを選ぶとか、その方が適してるわけですね。だからこれはマニュアルの車じゃなくて、オートマですね。当てれば帰るっていう、そういうことですね。ちょっと難しい話になりましたかね。いやでもそう、大事だな。でもじゃあ自分たちがその初級者の方はやっぱ、やる場面っていうかまずその入らないゾーンが結構多いっていうことですよね。多いですね。そこを一つずつこうまず入れる。だからできないところに関しては用具で補うのがいいんですけど、それがトップ選手用の用具だと全部自分でやる必要があるので、難しいと。だから用具が勝手に返してくれるものが、このマシンですね。トップ選手はもう技術で入る前提で、ボールがもう入る前提、全部入る前提での中で質を求めた結果が今のトップ選手が今流行ってる用具を、で固めのラバーを貼るっていうことですもんね。なってますね。なるほど。球質を自分で調整できるってことですね。そういうことですよね。だから初級者の方はやっぱ無意識で返せるようにしなくちゃいけないから、用具がそういう入りやすいものにした方がいいってこと。意識でできないじゃないですか、初級者の方って。やっぱそうやって思うと、初級者の方はやっぱそういうの技量で何ともできない、気持ちでもできないじゃないですか。入れたいって思っても入んない。さすがに難しいと思いますけど。さあもう感謝入れたい入んないみたいな。それで入れられるならもっと卓球簡単になってるって話ですけど。いや本当そうですね。気持ちで入るな。やっぱそういう意味でもやっぱそこでラバーとか用具がオートマチックに入ってくれやすいもの。だからいくつかそぎ落としてた方がいいですね。回転がかかるとか硬いとか飛ぶとかっていう要素がいくつかあると思うんですけど、全部あると難しいので、なるほど。どれか例えば回転をちょっと弱めてみるとか、そういうことをした方が絶対的にいいですよね。なるほど。回転、あとは何ですか、他はスポンジ柔らかくするとかも効果ある。よくないですか、ラバー自体。例えばなんとかラバーだったらその中のフレックスタイプとか、柔らかめ。あとはスポンジとかですか。スポンジもそうですね。とかもですか。特厚である必要はないですね。そうですね。トップ選手はもうほぼみんなそうです。一番厚い。あれも実は考え方としては一緒なんですよ。なぜみんな特厚かっていうと、全部できるのが特厚なんですよ。そうですね。確かに。薄いのはある面では特厚よりいいんですけど、特厚ができるラリーができないんですよ。いやそうですね。わかります。でも特厚は技術があれば薄いラバーでやりやすい技術がある程度できるんですね。できちゃうんですよね。ツッツキとかストップとかも短く止めたい時も、厚いラバーでトップ選手はちゃんと短く収めることできるんですよね。スイングが速いかったり技量がやっぱとてつもないんで。だからそれ初級者だったらね、絶対だって特厚でやったら飛んじゃいます。飛んじゃいますよね。飛ぶし、で特厚の最大のメリットはやっぱラリーなんですよ。いやそうですでトップ選手はお互いミスしないんで、最終的にラリーになります。そうですね。その時のための特厚と言ってもいいです。最後のゴールのためにいよいよいらないですよね。
ラリーに展開しないじゃないですか。そうですね。初級者の場合だとやっぱサーブレシーブっていうのはやっぱレシーブを返したもの勝ちじゃないですけど、なんか、3球目5球目ぐらいまで、入れたもん勝ちですよね、ぶっちゃけ。本当に特厚である必要はないなと。そうですね。大きなラリーで点取るなら、何回やったうちの1回かっていう感じの、そうですよね。確かに。そういうと思うとやっぱじゃあやっぱトップ選手の使う用具、なるほど、そういうことなんですね。そうですね。いや、真似する気持ちもすごいわかるんですよ。いやもう正しい消費行動ですよね。だってそんな、これ卓球に限らず。だって憧れますから。いや憧れますよ。あんな球出したい、あんなかっこいいプレーしたいってやっぱみんな思うんで、本当初心者用のラバーかがっつりプロなんか、その間がないですよね。やっぱり卓球界は間は確かにないですね。間の用具があんまりないですよ。あるとしたら一気にこっちみんな知ってるラバーになっちゃう。そのフラッグシップの柔らかい版みたいな感じですよね。その辺が中間みたいな感じで、そこがうまく選べてる人がいればいいんですけどね。ちょっとあまりいないっていうのがあまりいないですね。ヘキサーとかね今で言うと。そうなんですよ。でもやっぱ使ってる人少ないですもんね。やっぱそういうちょうど中間ってやっぱ一番目立たないですよね、ラバー的にも正直。ぶっちゃけ目立たないからよりいやでもさ一応プレーは目立つんだけどな、結構入れられるから自分たちみたいにラバー売ってる側からしたら、一番いいラバーが売れていくのはそれはそれでいいんですよ。わかります。いいけど、でも目的がその上達したいってなったら正しくヘキサーとか選んでおいた方がいいですよ。じゃあ逆にトップ選手の用具を使っていいレベルっていうか、どんな状況になったらトップ選手の用具使ってもいいんですか？難しいですね。難しいですね。トップ選手って言ってもいろんなレベルある。難しい。まだ真似していいっていうレベルはどうですか？やっぱなんだろう、一通り全部とりあえず技術がもちろん安定する、全部できる、周りよりも強い人ぐらいですよね。でも一つはやっぱり回転に対応できるってことですよね。そこがやっぱ大事。かけれるし、相手の回転も見極めれるっていうところじゃないですかね。見極めできないと、確かに高性能の用具ってやばいっすもんね。やばいっす。レシーブの反応の仕方、何もいいことがないんで引っかかりすぎて飛ぶしみたいな、いろいろとすごいことありますよ。確かに。なるほどなるほど。敏感ですからね、とてもラバーは。とても今のラバーは。本当まんま真似するってなってきたら、インパクトも必要になってくると思うんで。いや確かに固めですからね。でも重量もしかも一番厚いから結構ラケットも重いじゃない。重くなると思いますよ。必然的にやっぱ力もやっぱ、そうなってくると本当にやっぱある程度レベルやっぱ必要ですよね。だから話せば話すほど、いかに使えないものかっていう。そうですね。今話せば話すやっぱトップ選手の用具ってやっぱ無茶っすね。とこで言うと多分楽しくないと思うんですよね。そういうことですよね。なるほど。遊びでやるなら楽しいですよ。そうですね。ただ勝ち負けを演じたいっていうなったら、つまんないと思う。なるほど。勝ち負けのこと考えるとやっぱ今の話がすごく刺さってくる。よく例えばトップ選手の用具で何でも入る用具ってなんか言ったりするっていうか、言いがちですよね。これ何でも入るんですよみたいな感じの、このラケットとラバーのこの相性が良くて、勝手にドライブがかかるとか何でも入るっていうのはやっぱ一個人の意見ですよね。トップ選手の。なるほどなるほど。それはやっぱ初級者に使わせたら別にまず硬すぎて何でもかかる度合いに感じないっていう。じゃあやっぱ今日の話はどちらかというとそうやって思うと、やっぱ卓球上手くなりたいからやっぱけどやっぱどの選手の用具を参考にしていいかはやっぱ分からないというやっぱ結構多いんで、上手い人はどうしちゃったらいいと思うんですけどね、上級者の話は多分すごくいいと思う。私たちはやっぱ初中級者目線と実際ね、茶葉さんも初級者のもう帝王で永遠のもう初級者歴長いですからね。初級者歴何年ですか？そうですね、かれこれ四半世紀ぐらい。そうですよね。多分もうちょっと言い方ですけど、茶葉さんに失礼かもしれない。他の初級者よりも卓球歴長いような気が。長いよ。どんだけいるんだよって。そこ自慢していいレベルなのかわかんないですけど、そうですよね。なのでですね、ぜひですね、そういう用具選びを参考にしていただけたらなと思います。ということで
最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。この内容が良ければいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。ありがとうございました。